球上では昔から人間と共に生活を共にしてきた動物。そんな動物を人間が助けるということは少なくありませんが、仲間が困っていれば助けたい、その力になってあげたい、そんな風に思うのは人間だけの特権ではないようです。動物たちも助け合い、時には人間のことも助けてくれることがあるのです。そこで今回は愛らしい表情で水族館では人気のアザラシですが、そんなアザラシに励まされ無事生還した漁師の話をお伝えします。アメリカ・カリフォルニア州の沖合で男性漁師が深夜にボートから転落する事故が発生しました。極寒の海の中で漁師は死を覚悟したといいます。ところが漁師に救いの手を差し伸べたのは一頭のアザラシでした。人懐っこいアザラシは男性のそばを離れず一緒に泳ぎ続けてくれました。アザラシの励ましのおかげで男性は石油プラットフォームまで5時間かけて泳ぎ、無事救出されたのです。カリフォルニア州サンタバーバラ海峡で1月のある深夜にウニ漁をしていたスコット・トンプソンさんは強い波に襲われバランスを崩し、ボートから海へ転落してしまいました。T シャツと短パン姿だったスコットさんは急いでボートに戻ろうとしましたが、ボートはモーターを動かしたままの状態だったため遠くに進んでしまい追いつくことができませんでした。深夜の極寒の海に取り残されたスコットさんは遠ざかっていくボートを見て唖然とし、妻や子供たちの姿が頭に浮かんだといいます。後のメディア取材でスコットさんは当時の心境をこのように語っています。大変なことになったと思いました。このまま自分はここで死ぬのかとも思いましたが、娘や息子、そして妻を残して死ぬわけにはいかない。何としてでも家に帰らなければと思いました。そこでどうすべきか必死に考えていたとき、大きな水しぶきの音がしたんです。スコットさんはサメが近づいてきたのかと思い、恐怖を感じたそうです。ところが、そこにいたのは一頭の小さな銭形アザラシでした。水面から頭を出して、スコットさんの方をきょとんとした表情で見ていたといいます。なんだかそのアザラシが犬のように思えて、こっちにおいでと思わず呼びかけました。アザラシは私を見て上下に揺れ、水中に姿を消しましたが、再び水面に現れ、近くに寄ってきました、とスコットさん。真っ暗な海の中で、スコットさんにとって、そのアザラシは唯一の救いで、自分を励ましてくれているように感じました。そして、スコットさんは岸へ泳ぐよりも近い石油プラットフォームまで泳ぐことを決意しました。アザラシはその間ずっとスコットさんと一緒に泳ぎ続けてくれました。スコットさんはアザラシに話しかけたり、歌を歌ったり、冗談を言ったりしながら気を保ち続けました。そしてついに約5時間かけてゲイル海上石油掘削施設へとたどり着いたのです。施設の職員はスコットさんを救出すると応急処置を施し、沿岸警備隊に連絡しました。その後、病院に搬送されたスコットさんは低体温症の治療を受けました。石油プラットフォームにたどり着く頃には周りが明るくなり始めていました。生きて助けを求めることができた時には空を見上げて泣き声を出して叫びそうになったほどでした。アザラシが仲間となり励ましてくれたからこそ自分は生き延びることができたのですとスコットさんは話しています。今回の救助に携わった海兵隊員のポール・アマラルさんは、月も出ていない真っ暗な海を T シャツと短パンで長時間泳ぐことを想像しただけで恐怖です。彼がこの試練を乗り越えたことはまさに奇跡としか言いようがありませんと話しています。ちなみにスコットさんのボートはサンタクルーズ島から
約 8km 東に位置するアナカパ島で発見され回収されたそうです。スコットさんの奇跡の生還はアザラシと出会えたことが大きかったかもしれません。暗く寒い海の中でその孤独をずっと癒し続けてくれたアザラシは、スコットさんにとっては忘れられない存在になることでしょう。アザラシはとても好奇心が強いのが特徴で、海の犬とも言われています。野生のアザラシが物おじせずにダイバーに近寄る個体が多く確認されているのだそうです。そんなアザラシだからこそ、スコットさんにいち早く気づき、寄り添っていたのかもしれませんね。何はともあれ、スコットさんが無事に生還できて本当に良かったですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。